こんにちは。書道家で引っ越しの清水勝信です。今日は縦線の解説をしたいと思います。縦線まっすぐ引けないって悩んでいらっしゃる方、ぜひこの動画を見て参考にしてください。それではよろしくお願いします。まず筆の持ち方なんですけど、筆ペンも小筆も同じなんですが、いつもの鉛筆を持つような持ち方で構いません。鉛筆持つような持ち方でこのままね、筆を立てます。できれば、垂直だと縦すぎかな。垂直で少し斜めぐらいでいいんですけど、なかなかね、筆が立つのが難しい方、親指のポジションをちょっと意識してみてください。親指を、鉛筆付きはこうだと思うんですけど、これを少し上の方に持っていくと自然に筆が立ちます。ちょっとお試しください。で、なぜ立てるかっていうと、ちょっと紙用意しましょう。寝かせたままの時はどうなっちゃうかっていうと、鉛筆と同じような持ち方で、このまま、縦だったり横を書くとベターってなっちゃいますよね。で、穂先のコントロールも効きません。で、筆を立てることによって、これが、細い線書けます。縦にしても横にしても細い線書けますよね。で、太い線書きたいのであれば、そのまま下に押していただければ太い線になります。こっちも。と思っていてください。毛筆に関しては原則立てて書きます。で、ついでに説明すると、どのくらいの力で握っているかっていうと、もうね、グラグラです。筆が倒れなければいいってぐらい力入れてません。で、筆を力入れないで持つっていうのが、もしかすると一番基本なんだけど、一番難しいかもしれないので、これはやっていくうちに力を抜いて書けるようにしていってください。では、縦角の書き方なんですけれども、さっきね、軽く持つって話をしたんですが、これ、力んじゃうと、やっぱり、こうなっちゃうんですよね。ブルブルしちゃったりとか。あと、早く書いた方が綺麗に書けるんじゃないかってことで、こうやって書いちゃったりする時もあります。こういう線はかっこよくて、あえてこういう線を書く時もあるんですけれども、基本としては、ゆっくり書くのが原則です。はい。それではこのちょっと縦角のまず起筆筆を入れるところから説明していきます。これはもうあんまり難しく考えずに筆を40度に置いてみてください。でそのまんま下に行きます。あんまりふんって入れることもないですね。あとはこのね太さを変えるってことはありますけれどもね、これが起筆だと思ってください。次ね、収筆を説明します。収筆なんですけれども、起筆で筆を入れました。筆を送りました。送筆。そして最後に止める。こういうことです。無理に行きました。グッとかあんまりやりすぎる必要はないです。軽くでいいです。最初の方で筆軽く持つっていう話をしたんですけども、特に親指に力が入らないように注意してください。で、次に抜く線を見てみます。はい、抜く線なんですけれども、先ほどと違って、起筆して送った後は、このまんま抜いていきます。基本的には、というか原則としては、まっすぐ来て、まっすぐ来て、真ん中に抜けていくのが基本ですよね。なのですが、これも大丈夫です。僕はよくこのやり方をするんだけど、筆を入れました、送りました。そしたら、似てるんですけど、こっちまっすぐで、右側だけ内側に入る。なので、どっちかというと、極端に言うと左下に抜けていく。これはねよく使います。これ OK。 これも OK。 ただしこの逆で筆入れて送ってこっからこっちに行っちゃうの。ちょっと今極端に書いちゃったんだけど、右下には抜けないようにした方がいいです。バランス崩れます。こっちは OK。
左下は OK、右下はダメと思っていてください。はい、まっすぐ書いてきたんですけれども、ちょっと線の質についてちょっと説明します。こう縦角ありますよね。で、さっき左下に抜ける話をしたんですけれども、左側はね、まっすぐだと思っていてください。で、右側をまっすぐキープしてて抜くときに左に向かうって思っていた方がバランスが取りやすくなります。というか書きやすいと思います。というのは、どうしても線がまっすぐ引けない人にちょっとね、僕こういうことを言うんですけど、入れますよね。そしたら左側にね、押すようにして引くといいって言うんですよ。こっち側に左側にグッと押しながら引くようにする。そうすると、要するに左側を基準にしろっていうことなんですけれども、比較的まっすぐ書きやすいと思います。はい、どうしてもまっすぐ書けない人は試してみてください。ということで今日は縦角をまっすぐ書く書き方をちょっと説明していきました。正直ね、これを僕の説明を聞いたからといってすぐできるってもんじゃないかもしれないんですけど、こういう左に抜けるのは OK とか右はダメとか、そういうの知っておいていただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。